イタリアローマ空港に到着しました。ここから車でフィレンツェまで移動します。初めてのイタリア、どんな旅になるでしょうか。今回のイタリアツアーでお世話になるフローレンスポップスオーケストラのラウラとイワンが車で3時間かけて空港まで迎えに来てくれました。私たちの荷物は本当に多いのですごく助かりました。彼らも車でローマ空港まで来ることはほぼないらしく、空港ではかなり迷ったそうです。そしてまた車で3時間かけてフィレンツェへ向かいます。辺りはもう真っ暗で何も見えなかったのですが、この辺りの山の方で夏には音楽祭などもあるそうですよ。さて、ようやくフィレンツェに到着しました。 ETC のゲートを出ると街並みが見えてきましたね。この頃もう夜の10時過ぎていました。イタリアもフィンランドと同じように駐車場はあまりなくて、ほとんど路上駐車するようです。ただーYou have to take shoes here? Wow! Great! Dice bagno per fumare. 10時半を過ぎていましたが、遅めのディナーをいただきました。フィレンツェの午後2時ぐらいです。これからちょっと街の方に出てみようと思います。フィレンツェの街は少し通りも狭くて、車の通りもまあまあ多いです。ほとんどの道が石畳なので、スニーカーは絶対に必要ですね。今回私は初めてこのフィレンツェにやってきたので、見るものすべてが新鮮でキョロキョロとしてしまいます。なんと馬車が走っていましたよ。賑やかな通りにやってきました。フィレンツェの有名な観光地の一つ、シニョリア広場にやってきました。こんな彫像があります。切っていいのかな。クリスマスマーケットを通り抜けるとサンタクローチェ広場にたどり着きました。どこもたくさんの人でにぎわっています。フローレンスポップスオーケストラの指揮者であり作曲家のカルロさんに街を案内してもらいました。クリスマスマーケットにもやってきましたよ。すごいかわいいね。ヘルシンキの
マーケットとはまたちょっと違います。こちらは変身甘栗ではなくてウォールナッツです。カルロさんが私たちのために一つ買ってくれました。こちらはホットワイン、大きな鍋で作られています。オーケストラのトランペット奏者のミルコが街についていろいろと教えてくれました。the museum of Fizi, and then you find, if you just go through the river, on the other side you find the Pitti Palace, where the Medici family lived, because the Medici family lived in Palazzo. あそこのなんかソーセージの挟んだパンみたいなすごい美味しそうですね。ホットドッグじゃないの？でもなんかパンがなんかこういういわゆるホットドッグみたいなパンじゃなくてちょっとナンみたいななんかこう美味しそう。いいやつ。酔っ払った。ほら足元がフラフラす。ホットワイン。再び街歩き。カルロさんについて歩いていきますが、道が細い上に車や自転車、人通りが多くてなかなか歩きづらいです。歩道がちょっと狭くて2人並んで歩くのはなかなか難しい感じなんです。そうどこに向かっているのか私たちは何をしようとしてるのか、食べに行こうとしてるのかただ歩いているのか何もわからないままこのただ流れるままに進んででも情報が共有できてないでもなんか楽しい感じがしてます。なんかもう祭りに来たみたいな。もうどうでもよくなったホットワインはどうですか？Very good。美味しいですね。そんなスパイス感強くないですね。全然。さっきのなんか栗みたいなウォールナッツがちょうど合いますね。ね、リスになった気分。みんな来てる？なんで私たちが先導してるの？何も知らないのに。みんな来てる？みんな来てる？ついてきて。食べれるなよ。食べれるなよ。こんな感じで街を練り歩いてる2日目でございます。2日目って言ってもほぼ1日目やけど。これは何だろうね。こちらは美術館だそうで、オペラの衣装などもたくさん展示されているんだそうです。夜見るとまた雰囲気が違いますね。ちょうどこの時期、街のいくつかの場所でプロジェクションマッピングが行われていました。さすが芸術の街、美しいですね。この日はたくさん街を歩いてフィレンツェの美しい街並みを楽しみ、そして街の中にたくさんある芸術作品にも触れることができました。こちらはまた先ほどとは別のプロジェクションマッピング、ベッキオ橋というフィレンツェ最古の橋に映し出されています。フィンランド行った時も最初は右も左も分からんかったですもんね。ニコに車で連れてってもらってたし、
でももう今はもう電車券使ってどこでも行き放題。庭みたいなね。そうマイカントリー。そうですがここもそうなるかもしれないですよこういうのどうするんでしょうね。すごいなぁ。ここで買って飾るのかしら。おはようございます。3日目の朝、今10時9時50分ぐらいです。フィンランドでは曇りばっかりだったんですけど、イタリアは、昨日も今日も、雲はありますけど晴れてますね。川沿いを歩くと気持ちがいいです。これから友人と会います。フィレンツェの中心地までは私たちのアパートから徒歩約25分。毎日この道のりを歩いていましたが、景色が美しいので苦になりません。街にはアート作品だけでなく音楽もあふれています。この日も再びカルロさんに街を案内してもらいます。おや、あそこにメリーゴーランドがありますね。クリスマスの時期だけなのか、それともいつもあるのか。とっても綺麗。突然こんな場所にメリーゴーランドがあっても街と馴染んでいて違和感がありませんね。そしてここは本屋さんと劇場が一緒になった施設。中に入ってみると天井がとても高くて、たくさんの本棚の奥にスクリーンがあるとても不思議な空間。ここではコンサートも行われることがあるんだとか。いつかここで演奏してみたいなと夢が膨らみます。ここはアートミュージアムだそうです。フィレンツェを代表する場所のドゥオーモにやってきました。綺麗ですね。こちらはサンタマリア・デル・フィオーレ大聖堂。向こうに見える丸い屋根は建築史上最も美しいと称されるクーポラ。すごい綺麗です。その神秘的で荘厳な雰囲気に圧倒されます。街でちょうどカルロさんの友人たちのバンドが演奏していました。私たちのことを彼らに紹介してくれているようです。せっかくなので演奏を聞いていくことにしました。思いがけず私も演奏に参加させていただきました。本当は2個持ってきてたら一緒に演奏できたんだけど、この日はパーカッションで参加です。
い時間でした。みんなとてもフレンドリーでチャーミングな人たちでした。ありがとうございました。Grazie. この辺はさっきのとことまたちょっと雰囲気が違いますね。建物の。本当だ。マクド。セリアかと思ったら違いました。サブウェイ。ここが今回本当はコンサートやるはずだったホールだそうです。私たちは今回本当はここでコンサートをやる予定があったのですが、その日がなんとイタリア全土のストライキになってしまい、ホールが使えなくなってしまいました。今カルロさんがいろいろ劇場を紹介してくれたんですけど、どれも歴史的な建物な感じで、まだ中はあまり見れてないけどきっと素敵なホールなんだろうなと思うので、次回またそういうホールで演奏できるといいなと思います。そして今度はカルロさんのお兄さんが運営している芸術学校ネモアカデミーに向かいます。カルロさんのお兄さんがやっているアカデミーにやってきました。たくさんの原画があったり、600人の生徒が学んでいる部屋があったりします。私たちがやるはずだったコンサートのチラシも貼ってありますね。そしてすっかり日は暮れて、この日はオーケストラのメンバーと夕食会を行うことになりました。全員が集まることはできなかったけれど、5月のシャルジャー以来久しぶりにみんなと会えて楽しい食事の夜でした。何人かのメンバーは数日後に行われる私のコンサートにも参加してくれます。そしてクリスマスマーケットを通って帰路に着きます。本当はもっとここをゆっくり見てみたかったんだけど、今回意外とゆっくり見る時間がなかったんですよね。素敵なものがたくさん売られていたんですけどね、残念。次回また来られるといいな。今日もまた別居橋を通って帰ることにしました。この日は昼間にもこの別居橋を通ったのですが、これが全部開いとったから、これ何かなって昨日思ってたんですよ。これね。そしたら店だったんだそな。の時には今閉まっているこのシャッターが全部開いていて、なんとここは全部宝飾品が販売されているお店がたくさん並んでいたんです。川です。今日は、ドゥオーモにやってきました。朝10時半のチケットを、買ったので、今その時間に向けて並んでいるところです。400段以上ある階段を登らないといけないので、頑張って登りたいと思います。なんとか上の方まで登ってきました。天井絵がすごいです。人を見るとちょっと怖いですね。みんな疲れてきたのかちょっと詰まってます。この狭い石の階段を400段以上登っていきます。
ゴールはもうすぐ。ついに上まで登ってきました。カメラ映しそうで怖い。フィレンツェの街を志望できます。あー怖い。ちょっと曇ってるけど綺麗ですね。向こう側の塔は410何段か、ここより少し少ないんですけど、あっちから、見るとこのドームが見れて、よりフォトジェニックな景色だそうです。登ってきました。このクーポラと呼ばれる半球状の屋根一面に最後の審判がフレスコ画で描かれています。圧巻です。一体どうやってこんな高いところに描いたんでしょう。そして再び階段を降りて地上に戻ってきました。とドームに登ってきました。400何段かな。ですね、463ステップの階段登ってきましたが、でも思ったよりそんなにきつくなかったです。私はですね、上から見る景色はすごい綺麗でした。なんか螺旋階段になってたんで、ちょっとぐるぐる目が回りそうになりましたけど、はい、登れてよかったです。寺島さん、登ってみていかがでしたか？とつけむにゃ。とつけもにゃってとつけもにゃって何でしょうかね。とんでもないみたいな。バサルカッタ。バサルカッタって何ですかね。ああ、どうしとれ。とつけむにゃ。もうなんかちょっと疲れて熊本弁しか出なくなっていらっしゃるようですが、よかったですね、登れて無事に。ああ、きつかった。きつかったですね。今度はこのあっちのタワー登りましょうね。目が鳴りました。これ11時半かな今。はい、なんか11時半に鐘が鳴るみたいです。ここから聞こえるような気もしますね。空もちょっと晴れてきました。この上に登ってきました。教会の近くではアーティストたちが絵を描いています。今日はピザ作りレッスンに行ってきました。袋と国棒を借りました。これが教えてくれます。生地の部分は事前に作られていて、これをピザのように平らにして好きな具材を乗せていきます。ビデオを固定で置いていたつもりが録画ボタンを押せていませんでした。そしていよいよピザを窯に入れていきます。
Okay? Okay.そして次は寺島さんが作ったピザを私が釜に入れるのですが、見よう見まねで滑らせてみようと勢いよく押し込んだら、なんと大失敗。ピザが滑っていかずにその場でくるっと丸まってしまいました。 Va bene, c'è problema. Me la io perché fa le foto. Ok, c'è problema. 何した？潰れAllora, non è più. こうやろうとしたらぐちゃってなってしまう。 Ok? Come inizi? Sì. 仕方がないので再度同じように作ることにしました。俺のやり方。ごめんなさい。もう一回作って。もう一つのピザはもうすでに完成しているので、急いで作らなきゃと焦っています。 1, 2, 3. Come inizi? Ok, sauce? Sauce, yes? Yes. Preso? Parmigiano? Yes? Eccola. 大量に。これが結構重そうや。何もそれが原因かな。わかんない。私のやり方が悪かったんだけど。 Marco, 20 euro, va bene? Vai. Io non ho giudizio, ragazzi. Eccomi qua. Ti sono solo io allergico. 美味しそう。 Wow. そしていよいよピザが焼き上がりました。 Volevo fare un po' per tutti e due insieme, così almeno. Cosa più? Yes? Yeah. せっかく作ったピザを1枚台無しにしてしまいましたが、楽しいピザ作り体験でした。ありがとうございました。入っていいの？そしてこの日はフィッチ美術館に行くためにチケットを受け取りに来ました。ちゃんと受け取れるかなとドキドキしながら入っていきます。そして無事チケットをゲットできました。今日はフィッチ美術館にやってきました。ここには、たくさんの貴重な絵画などがあるということで楽しみたいと思います。そして入り口を探して数分間うろうろとさまよってしまいました。そして美術館の中には日本にいたらなかなか近くでじっくり見ることのできない貴重な絵画がたくさん飾られていました。美術館に行ってきました。約3時間ぐらい、たくさんの絵画を見てきました。ちょっと疲れましたけど、なかなか日本に、来ると、混雑して見れないような絵が近くで見れたのは良かったです。ありがとうございました。中はビデオ撮影できなかったので写真しか撮れませんでしたが、楽しんできました。美術館のそこ隣に、彫像がたくさんあるスペースがあります。先日夜にもここを訪れましたが、なぜか昼と夜で見えてくるイメージが違って面白いです。
ここは、フィレンツェのメインストリートだそうです。いろんなお店が並んでおります。そんなに高い建物はないので、何階 ?4、1、2、3、4、5階建てぐらいですね。何かランチを食べたいと思うんですけど、どこに行っていいのかわからないので、ちょっとふらふらと今マーケットホールなところに向かって行っています。こんな街、イタリアのフィレンツェの街並みでございます。今日はもう5日目ぐらいですかね、今。はい、ぐらいで。でもなんか街の、位置が分かったような分からないようなという感じで、いくつかのランドマークがあるんですけど、その周りの景色が結構似ているのでちょっと混同したりしています。ここは昨日登ったドームの広場ですね。教会の前でオペラを歌っている人たちがすごくイタリアっぽい。昨日登った回廊もそこにありますね。昨日は上から見下ろしましたが、今日は中に入れました。そしてようやく遅めのランチ。これはランプレドットというフィレンツェともつ煮を挟んだパニーノです。パンの間にじっくり煮込まれた牛もつをたっぷりと挟みます。このお店ではバジルのようなソースとちょっと辛いソース2つをかけてもらいました。そんなに辛くはなかったです。そしてかぶせるパンに牛もつを煮込んだスープを浸してのせます。フィレンツェを代表するストリートフード、どんな味がするんでしょうね。フィレンツェのトラディショナルなサンドイッチを買ってみました。牛もつみたいなのが中に挟まっているそうです。いただきます。そしてこちらはなんかカレーフライドライスって書いてました。なんか面白い見た目です。いただきます。初めて、フィレンツェの駅、サンタマリア・ノベータまでやってきました。今回電車は使ってないので駅には来てなかったんですけど、路面電車も走ってますね。空港から電車で来た場合は多分この駅に到着して、そこから、歩くなりタクシーなり乗っていくのかなと思います。フィレンツェの街はとても小さな街なので、歩いて大体の場所に行けるみたいですね。なので私たちまだ電車とか、バスとか何も使っていません。信号機の音、日本とちょっと違いますね。方向がちょっと歩くのが。先に向かって
から歩いて帰ってきています。これが一番私たちの、滞在しているアパートから最寄りの橋ですね。橋が何本もかかっているので、どの橋だったかなと思うんですけど、こうまっすぐ渡ればすぐアパートに着きます。朝結構かなり曇ってたんですけど、今は太陽が見えて、ちょうど太陽に向かって歩いてるので眩しいです。ドーム型の建物のすぐそばに滞在しています。隙間あたりですかね。ちょうど見えてるやつかもしれない。この日はカルロさんたちと共にフィレンツェのいろいろな人たちが参加するパーティーに参加させていただきました。イタリア語が喋れないからあんまり話しかけられなかったけど、美味しい食事もいただいて交流できて良い夜でした。どういうマークでしょうね。掘ると宝が出るような、掘りなさいっていう。お店があったり。陶器屋さんでした。何さん？陶器のいろいろ。そして翌日、また別の博物館にやってきました。街には美術館や博物館がたくさんあって、毎日回っても行くところがたくさんあります。ジェラート買いました。近い。キャラメル、バニラキャラメルソルトみたいなのとピスタチオ買いました。ちゃんと映ってますかね、これ。見てないけど。バニラキャラメルソルトみたいなのとピスタチオです。はよ。え？はよ。ピスタチオ。美味しいですね。今日はコンサートのリハーサルにやってきました。音楽院のホールのようなところを借りてリハーサルします。とても古い建物ですけど、雰囲気がとても良いですね。リハーサルも楽しみです。そしていよいよコンサート当日、スカンディッチ市にある市議会場でイタリアでの初めてのニココンサートを行います。
終了しました。素晴らしいメンバーとともに演奏できて、初コンサートは大成功。お客様からもたくさんの歓声をいただきました。そしてコンサートの後はフルート奏者のイワンの家に招いていただき、ご両親とともに楽しいディナー、伝統的な料理をたくさん用意しておいてくれました。ご両親2人ともとても素敵な方でした。お父さんは私たちに丁寧に取り分けて渡してくれます。餌をもらうひよこみたい。お父さんは英語を話さないのでイタリア語でしたが、どんどんいろんなことをイタリア語で説明してくれて、正確な意味はわからないながらも、それでも交流ができて楽しいディナータイムでした。Yeah, we are really hungry because I ate late breakfast and so we didn't eat anything. So Okay. イタリアの人たちは朝ごはんにペストリー、甘いパンを食べることが多いそうです。美味しそうですね。カフェに立ち寄ると思っていなかったので、朝アパートでご飯を食べてきてしまったので、私たちはコーヒーだけでした。残念。この日は最終日、いよいよ寺島さんのマスタークラスの日です。ここは音楽院なのですが、とても古い建物で歴史があります。トランペット奏者のミルコさんが建物についていろいろと説明してくれました。Where we have concerts during the summer. Ah, yeah, great. Because there's the little stage here, and we have summer. I mean, sometimes also in that kind of part because the acoustic is much better. You know? And here, they put from all the roofs the water when it rains, and it comes here. Okay. Because that comes from the roof. Then here, it comes here, and then they had a reserve of water. A reserve of water. Here was plenty of water. Okay, so they put water from here. Now it's unusual because I mean there's no more. There are more needs. 朝9時からという早いスタートでしたが、すでに参加者の皆さんは待っていました。Good morning. Ah, おはようございます。Hi, good morning. 先日、ここでですね、リハーサルがありましたが、同じ会場で今日は寺島さんのマスタークラスがあります。とても素敵な会場で、本当に古い13世紀、14世紀ぐらいからある建物だそうです。10人の参加者がいますが、ほとんどがもう作曲家として活動されている方たち。通訳をしてくれるユーザー勝手に撮ってるカルロそうだとカルロですそしていよいよマスタークラスが開始しました。皆さんずっと寺島さんの音楽に憧れていたそうで、どんどん質問があふれてきます。多分、映画全編の作曲が1ヶ月ぐらいだったかな。Ha fatto per tutto il film intero, per Serramare, un mese di lavoro. ランチのお時間です。ランチタイムには手作りの美味しい料理が用意されていました。ひとときのリラックスタイム。どれも本当に美味しそう。
皆さん本当に音楽が好きなようで、休憩の間にもピアノを演奏したり、音楽について話したり、この部屋の中に置いてあったことを興味深そうに見たりしていました。そしてマスタークラスも無事に終了。みんなで乾杯します。どこでも、後ろでもいいし、空いてるとこで、ごめんなさい、私が帰っちゃった。この上から書いていやいやいや。Thank you. Thank you. Thank you. マスタークラスを終えていかがでしたか、今日は。楽しかったです。いや、参加者の人たち皆さんすごかったですね。多かったです。それだけじゃつまんないでしょ。終わりました。もう。そして朝3時にフィレンツェを出てローマ空港に再び到着しました。ローマフィウミチーノ空港ですが、ここからヘルシンキまでまず向かいます。私たちのゲートは A なんですけど、 A がいっぱいあってどの A なのかが分からなくてちょっと困っていますが、なんとかたどり着きたいと思います。このような、掲示画面にようやく私たちのゲートが出ました。なのでヘルシンキに行く、A73 にゲートに行きたいと思います。日本を出てフィンランドツアー、そしてイタリアツアーを終えて約1月。長いようであっという間に過ぎていきました。今回もたくさんの出会いがあり、充実したツアーとなりました。いよいよ東京に向かいます。